皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。クルスクにおける戦いは現在もなお進行中で、一方においてロシア軍も東部攻勢を仕掛けている最中です。戦争が日常化することにより、どこかの国を軍事侵略することのハードルが下がってしまった現在、これがどのような結末を迎えるかは、今後の戦争に対する各国の反応の前例となります。それだけにロシアによるウクライナ侵略は、後の歴史にも大きな影響を与えるため、その経緯についてはぜひともこれからも情報を更新していってください。特に日本の場合だと、今まさに侵略をしているロシアが北にありますし、北方領土は軍事占領されたままです。そして、軍事費の伸びについて言えば、地球で一番軍拡を進めている中国がお隣にある日本は決してこれを無警戒に見過ごすわけにはいきません。遠い国の出来事ですが、必ず日本にも影響を与える出来事です。さて、それではウクライナの戦況について解説していきましょう。全体の構図としては、ウクライナ軍はロシア領のクルスクへと部隊を派遣し、この地域の戦いを現在もなお優勢に進めています。一方においてロシア軍はウクライナ東部における攻勢を続けており、ウクライナ軍が苦戦を強いられているところです。こうした状況下にあって、ウクライナ軍はロシアの戦略資源に対する攻撃を行い続けています。今回攻撃が行われたのは、ロシア本国のロストフ州に対する攻撃、飛行機型のドローンを用いて石油備蓄基地に対する攻撃を行いました。ロシアの現地からの情報によると、飛来したウクライナ軍ドローンをロシア側は全て撃墜したとしています。ただし、石油備蓄タンクは大火災を起こしており、消火にはかなり手間取っているようです。ロシア側に言わせれば、撃墜したものが石油備蓄タンクに落ちてんだというような話をしているようです。自分たちの不手際によって防空網をすり抜けてウクライナ軍の攻撃は成功したと報告するよりも、迎撃には成功したんだけれども、たまたま落ちたところが石油備蓄タンクだったという方がロシアにとっては都合が良いのでしょう。このような石油関連施設、精製所であったり備蓄タンクに対する攻撃は、これまで2024年実績としては30カ所に攻撃が行われ、そのほとんどにおいて何らかの被害が発生しています。しかし、それでもなお、ロシアの石油施設は、おおむね稼働率が保たれており、現在でもロシアの軍事経済を支えています。ロシアの戦略資源、石油に関する生成や備蓄能力を完全に削り切るには、ウクライナ軍の開発しているドローンはまだまだ攻撃力不足だと言えるでしょう。ただし、戦争中ですから、これからもどんどん強化されていくことでしょう。なお、石油については、まだまだ収入があるロシアですが、もう一つのエネルギー資源である天然ガスについては、現在のところ赤字に陥っています。世界一の取扱量を誇るガスプロムは、ヨーロッパという巨大な市場を失ったことにより、販売低迷にあえぎ、さらにはウクライナ軍の攻撃にもさらされています。現在クルスクにおける戦いにおいても、ヨーロッパ向けガスの管理施設をウクライナ軍が制圧しています。左の写真は攻撃前のものですが、実際には戦闘が行われて、管理施設はそこそこ傷んだようです。ガスを送り出す、その能力それ自体については失われていないようなので、ウクライナがここを抑えていることには意味があります。例えば、ウクライナに対する支援に反対するハンガリーなどにも元栓を締めるぞという、そうした意味での抑止力を生む可能性があるわけです。続いてクルスクの戦い詳細図。水色で塗られている部分がウクライナ軍が占領しているロシア領です。戦争研究所の発表している地図に必要な情報は私が書き入れています。現在東側の部分、スジャから見た場合においてウクライナ軍は進行速度が弱まっています。この地域にはある程度ロシア軍の戦力が張り付き始めたのでしょう。一方で西側においてはポレドバの戦いがまだ続いているようです。後方地からの援軍や物資の補給などをロシア側が試みているようで、なかなか完全制圧とはいかないようです。ただし、町の3方向からの攻撃を繰り返している状態ですので、守ろうとすればするほどウクライナ軍の十字砲火にさらされることとなります。このような激戦が続いている場所とはまた別の動きとしては、川にかかった橋を落とすことによるロシア軍の孤立化作戦が進行中です。先日一つ橋が完全に落とされた後、さらに2つ目の橋に対する攻撃も実施され、橋桁に大穴が開きました。これに伴って戦車や装甲車、そして重量物を乗せたトラックなどは往来ができなくなりました。
残る橋は一つですが、国境からは近く、落とされるのも時間の問題でしょう。川の南側は地域としては700平方キロ、守備兵については700人から1000人程度だと見られています。背後の補給路、援軍の来るためのルートが閉ざされようとしている中で、ウクライナ軍はこの地域に対する東から西から両方からの圧力を加えています。この後ロシア軍が戦わずに逃げ出し、この地域を放棄するのか、それとも戦ってこの地域の兵士が全滅するか降伏するのを待つかは、ロシア側の決断にかかっています。基本的にどちらの選択をするにしても、川の南側地域においては、ロシア軍はもはや敗走に向かうカウントダウンが始まっています。2つ目の橋の破壊について、こちらもまた押さえておくべきポイントは、ウクライナ側のドローンが状況をリアルタイムで監視していることです。周辺状況を観察した上で攻撃を行い、その攻撃成果についても漏れなく世界へと公開する。こうすることによってウクライナ軍に対する支援を行うことに意味があるのだということを証明し続けています。ただ、インターネット上ではこうしたウクライナ軍のクルスクの戦いを全否定する声もあります。東部戦線においてロシア軍が攻勢を仕掛けているのにもかかわらず、これとはまた別の先端を開く意味はないという意見です。ただ、それに関して私はちょっと異論を持っています。例えば、こちらの地図は戦争研究所の発表しているロシア軍、ウクライナ軍双方の占領地域の地図です。右側の地図はウクライナ東部戦線アウディウイカ戦役、そして左がクルスクの戦いで占領しているロシア領です。この地図は同じ縮尺ですので、面積について比較することができます。クルスクの戦い12日が経ったわけですが、占領地域は1150平方キロメートルプラスアルファちょっと出ているでしょう。それに関して右側、アウディウイカ戦役、地図の真ん中、突起部のところがアウディウイカ戦役だと思ってください。この270日で進撃した部分と、クルスクにおける戦いで占領した地域、どちらの方が広いかといえば、ウクライナ軍によるクルスクへの進撃なのです。非常に長い時間をかけてじりじりと前進するロシア軍に対して、ウクライナ軍は電光石火の進撃を行ったというわけです。こちらの方がより大きなインパクトをロシア国民に与えたと私は思いますし、また、ウクライナ国民を勇気づける意味でも、大きな心理的効果はあったと思います。補足として、アウディウイカ戦役、どのような時間をかけてロシア軍が進軍したか。左の地図が2023年11月時点、アウディウイカはロシア軍の三方からの攻撃にさらされながらも、ウクライナ軍が堅持していました。しかしその後、アメリカからの軍事支援が途絶した期間が半年程度続いたことにより、ウクライナ軍は撤退を余儀なくされます。そして現在では、アウディウイカ戦役からさらに西へと進むロシア軍がじりじりと制圧地域を広げています。この1年とは言わないまでも長い期間をかけた制圧地域を上回るレベルでクルスクの戦いが進行しているということは、私は全否定するのは現実を無視していると思います。さて、クルスクの戦いにおける一つの特徴ポイントとしては、ウクライナ空軍がかなり地上部隊を支援しているということです。これまで空軍による航空支援としてはロシア側の滑空爆弾の方が目立っていたわけですが、ここに来てウクライナ側は進撃にかなり空軍力を生かすようになりました。原動力となっているのがアメリカが供与した JWAM-ER 滑空爆弾です。橋桁を完全に落とした攻撃として取り上げることも多いのですが、その他にもクルスクの戦いにおいては地上部隊の侵攻をする前の段階からロシア軍の拠点やもしくは集結地などに対する航空爆弾攻撃を行っています。こうすることによって戦闘意欲を失わせることにも一役買っているのです。ちなみに軍事支援を行わないとしている日本の場合だと人道支援、経済支援などを行っています。例えばその人道支援の一つが地雷除去です。日本は昔から平和貢献の一環として地雷原の撤去を支援してきました。その関係で特殊車両の製造なども行っています。ウクライナに対する地雷除去対策としての車両供与は現在のところ6両を行っています。訓練についてはカンボジアの地雷対策センターで行われ、取り扱いを学んだ人が育ってからウクライナへと引き渡されています。地雷除去能力は1時間あたり約400から800平方メートル。ロシア軍による進撃を追い払った首都キーウ攻略戦のその後の地雷原や、もしくはウクライナ第2の都市ハルキウ、その周辺でもやはりロシア軍を撃退したことから地雷が大量に残っています。南部においても
ヘルソン州、川を挟んだ戦いが現在は行われていますが、ヘルソン州の周りにはまだ地雷が残っています。地雷が残っているところは当然のように農地として復活することもできませんし、住民の普段の生活の中で地雷の恐怖が残り続けてしまいます。現在のところクルスクの戦いにおいては、説明したように川にかかっている橋を落とすことによって戦略的な優勢を確保することで、さらなる制圧地域の拡大は見込めます。そして、1年がかりでロシア軍が同様の程度の広さを抑えたこともわかるように、しっかりと守りを固めることができれば、クルスクにおいてもロシア側の攻勢力が高まったとしても、そこで粘り続けて1年以上は戦えることでしょう。これは政治的な負担をロシアにかけ続けることとなります。なお、現在では、これの場の北方の地区においても、住民の避難活動が呼びかけられ始めました。まだ動き出している住民は少ないとの報道ですが、ウクライナ軍ドローンによる攻撃も始まっており、榴弾砲などは当然のようにもう届くような状態ですから、住民の避難活動はこれから本格化することでしょう。当然これらの人たちがより大きな負担をロシア政府にかけることとなります。ただ一方において、ウクライナ軍の制圧している地域においては多くのロシア国民も残っています。ウクライナ軍の進軍がそれほど早かったというのもありますし、ウクライナ軍の制圧した地域において住民に対する虐殺など戦争犯罪が報告されていないことも重要でしょう。ただし気をつけなければならないのは、ウクライナ兵よりもむしろ逃げるロシア兵の方です。住民に対する略奪行為を行っている部隊として有名なのがチェチェン共和国の部隊です。ロシア連邦の一国なわけですが、しかしロシア政府軍とはまた違った指揮系統があって、彼らの軍紀は非常に乱れています。ウクライナ軍が近づいたとなればすぐにその周囲における略奪行為を行い、さらに逃走することによってロシア政府軍の足を引っ張っています。ウクライナ軍が制圧したら、ウクライナ軍が略奪したんだと罪をすりつけるところまでがセットで非常に厄介な存在です。最後にドイツからの残念なニュースについて取り上げます。ドイツはウクライナに対する世界第2位の軍事支援国です。しかし、出だしが非常に悪かったこともあり、また、ウクライナ支援の兵器については常に他の国に先んじられて、ここからの圧力を受けて解禁するといったこともあり、非常に印象の悪い国です。今回ドイツから入ってきた残念なニュースというのは、ウクライナ支援増額する予定だったがこれを見送り、前年と同程度の水準にとどめるというニュースです。その理由としては、凍結したロシアの資産を元にしてウクライナ支援を行う。これにドイツは賛成するのだから、それである程度目処は立つだろうとして、ドイツからの増額はしないという話をしています。確かにロシアの凍結資産によるウクライナ支援はこれからようやく本格化するところで、従来はなかったものです。ですからその分だけウクライナ支援のお金は確保できているわけです。しかしそれはあくまでもウクライナ支援の柱の一つではあっても主力となるものではありません。ロシア軍による東部攻勢においてじりじりと前進していることもわかるように、ロシア軍の攻撃力を完全に削ごうと思えばさらに増額が必要なのは明らかでしょう。凍結資産から支援予算が増えるんだからその分だけドイツとしてはお金を出しませんよというのではなく、さらにもう一歩踏み込めばロシアにとって苦しい状況が発生するわけですから、ドイツはもうちょっと頑張ってほしいなと思います。ただしこの文句については、日本は軍事支援を全くしていない国なので、ドイツにしてみれば、日本には言われたくないという思いがあるでしょう。日本は経済支援、人道支援を行っているわけですが、残念ながらこの支援はあくまでも、ウクライナの今の領土に対してはプラスなのですが、ロシア軍が領土を侵略しようとしていることに対抗する力としては無力です。まずはロシア軍を打ち破り、その後の復興といったことを考えると、せめて日本はウクライナに防空支援をするなど、ロシアの侵略に対して真っ向から反抗してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからも情報更新にこのチャンネルの動画を役立ててください。そして情報の整理整頓、もしくは役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットでねぎらってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。